おはようございます。ケンです。テスラの FSD がついにヨーロッパで承認されました。でも、ここで一つ疑問が残ります。なぜオランダなのか、そしてこのニュースは本当にヨーロッパ全体に広がるのか、さらに日本にも関係があるのか、今日はこの3つを整理しながら、このニュースの本当の意味を解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。まず、今回何が起きたのか、これを簡単に整理します。テスラの FSD、つまりフルセルフドライビングがオランダの規制当局である RDW によって承認されました。ただし重要なのは、これは完全自動運転ではなく、あくまで監視付き、いわゆるレベル2です。ドライバーは常に責任を持ち、いつでも介入できる状態にある必要があります。ここまでは多くの方が知っている内容です。では、ここからが本題です。なぜオランダが重要なのか。これ実はかなり本質的なポイントです。結論から言うと、オランダはヨーロッパ展開の入り口だからです。まず一つ目、オランダの RDW はヨーロッパでもトップクラスの認証機関です。多くの自動車メーカーがまずここで認証を取得し、そこから EU 全体に展開していきます。つまり、ここを通るっていうのはヨーロッパで通用する可能性が高い、そういう位置にあります。2つ目、テスラの欧州の拠点は実はオランダにあります。つまり、テスト、審査、展開、この全てが最もやりやすい国がオランダなんです。そして3つ目、オランダは規制が厳しいです。ここを通るっていうことは単なる承認ではなく、厳しい基準をクリアした証明になります。つまりまとめると、オランダはただの1カ国ではなくって EU 全体への入り口なんです。では次に、本当にヨーロッパ全体に広がるのか、ここも重要なポイントです。まず前提として、ヨーロッパには共通ルールがあります。それが UNECE の規格です。今回の FST もこの国際ルールの中で承認されています。つまりどういうことかと言いますと、一度この枠組みで認められると、他の国でも導入しやすくなるんです。ただしここで注意です。オランダで承認されたからといって自動的に EU 全体で使えるわけではありません。各国が個別に判断する必要があります。つまり結論としてはこうです。広がる可能性は高いです。でも一気に広がるんではなくって段階的に広がっていく。ここを理解していないと過度に期待しすぎることになります。では次に、日本には関係があるのか。ここが一番重要かもしれません。結論から言うとかなり関係があります。なぜかっていうと、日本も UNECE のルール、これを採用しているからです。さらに日本の規制を担当する国土交通省もこの国際ルールをベースに制度を作っています。つまりヨーロッパで通ったものは日本でも検討対象になる。これがめちゃくちゃ重要です。ただしここも現実があります。日本は道路が狭く、交通環境も独特です。さらに安全性に対する要求も非常に高い。そして最大の問題は FST がレベル2であること。レベル2なのにやっていることはほぼ自動運転。これが規制的にかなり扱いづらいんです。なので結論としては、日本に来る可能性は上がった。ただしすぐではない。おそらく時間軸としては EU での展開が進んだ後、1年から2年かけて検討される可能性が高い可能性があるのではないかと思いますが、今は東京でもテストしていますので、ぜひテスラには頑張ってもらい、年内の承認を期待していきましょう。はい。ではね、最後に今回のニュースの本質をまとめていきます。多くの人は FSD が承認されたっていう技術の話だと思っています。でも実際は違います。今回の本質はルールの突破です。これまで FSD はアメリカだけの特殊な技術でした。しかし今回ヨーロッパっていう世界で最も厳しいルールの一つをクリアした。つまりテスラは技術ではなくって世界のルールに入り始めたんです。これはかなり大きな変化です。だから今回のニュースはゴールではないんです。
むしろスタートラインです。オランダはただの一カ国ではない。ここからヨーロッパへ、そしてその先に日本や世界があります。この流れがどう広がっていくのか、ここを見ていくことが今後テスラオーナーの方にとっても、テスラ株に投資をされている投資家の方においても非常に重要になってくると思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい、随心です。皆さん、毎日の生活の中で洗剤は必ず使っていると思います。この洗剤なんですけれども、実は海を汚す元になっているっていうのをご存知でしょうか。食器や家などは綺麗になるかもしれませんが、実は地球を汚している。例えば、想像してほしいんですけれども、洗剤の泡なんかを庭の草木にかけようとした時に、それはまずいでしょって思いませんか？ハイターなんかを植物に吹きかけたりしないですよね。つまり洗剤っていうのは環境にはあまりよろしくないんです。けど今僕が家で使っているナノトップっていう洗剤があるんですが、これは洗浄成分が 100% 植物性なので自然を汚さないんです。しかも洗浄力もバッチリです。さらにもっといいのが、これ1本で家中掃除ができるんです。食器もトイレもお風呂も車だってこれで掃除ができます。ぜひ興味がある方は概要欄にナノトップの公式リンク記載していますので、そちらよりご覧ください。またナノトップのインスタとかもありますので、そちらもご覧になってみてください。環境のために自分でできることは自分で取り組んでいく。洗剤をナノトップに変えることで、それだけでも SDGs になります。またナノトップは除菌効果もありまして、50倍の希釈でもコロナやインフルエンザの予防にもつながります。そういった点も魅力としてあります。そしてやっぱり気になるのはお値段だと思いますが、通常販売されている洗剤と比べて圧倒的に安いと思います。そちらも公式サイトからご確認いただけたらと思います。また現在法人様限定でナノトップの無料デモの掃除、こちらを行っています。ぜひナノトップの導入検討されている法人様は、まずはどんな感じなのか体験してもらうのが一番だと思います。全国どこでも行くみたいですので、ぜひ無料デモを試されてみてください。申し込みは僕の LINE の方から連絡をいただければと思います。僕も予定が合えば足を運んでみたいと思います。先週末は千葉の方で無料デモをしました。今回は千葉の車のラッピング工場でやったんですけれども、車の洗車で使ってみました。やはり皆さん結構気に入ってもらいまして、1本無料プレゼントしますというようなイベントをしたんですけれども、その時ほぼ皆さんが欲しいということで、結局じゃんけん大会でじゃんけんをしたということもありましたので、やはり実際に体感してもらうとナノトップの良さも十分伝わっていくと思いますので、ぜひね、法人様限定ではありますけれども、うちもちょっとこれで掃除してほしいというのがあれば、気軽にLINE の方からお問い合わせいただければと思います。正直僕は洗剤はナノトップに変えない理由はないと思っています。ぜひまずはオンラインショップの方からご覧になられてみてください。そしてナノトップに関して何かご質問などがあれば、僕の方でもお答えできますので聞いてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。